それでは本日ちょっと冒頭発言いくつかありまして、5件ほど申し上げたいと思います。まずは令和4年度予算案についてでございますけれども、本日の閣議で令和4年度予算案が決定されました。厚生労働省の令和4年度予算案においては、新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえた柔軟で強靭な保健医療介護の構築、未来社会を切り開く成長と分配の好循環の実現、子どもを産み育てやすい社会の実現、安心して暮らせる社会の構築、この4つを柱として必要な予算を確保いたしました。予算額としては一般会計で約33.5兆円、前年度に比べて 1.1% の増であります。過去最大の規模となります。今後この予算を効果的に活用いたしまして、令和3年度補正予算と合わせて切れ目のない対応を行いまして、感染拡大防止や成長と分配の好循環、全力で取り組んでいきたいと思っております。2番目に、来年の新型コロナワクチンの追加購入に関わる武田薬品並びにモデルナ社との合意について申し上げます。昨日、厚生労働省は来年2022年第一四半期に新型コロナワクチンを追加購入することについて、武田薬品工業株式会社および米国モデルナ社と合意いたしました。購入量については1バイアルあたり15回追加接種できるものと計算して1800万回分となります。来年分としては1バイアルあたり15回計算ですでに7500万回分を契約済みでありまして、今回の分と合わせて合計9300万回分のワクチンを確保したことになります。両社から円滑にワクチンの供給を受け、3回目の接種を着実に進められるよう、引き続き両社と連携して取り組んでまいりたいと思っております。3番目に布製マスクの在庫の解消に向けた今後の対応について申し上げます。布製マスクの在庫についてご希望の方に配布し、有効活用を図った上で年度内をめどに廃棄を行うという総理の指示を踏まえまして、今後の進め方を整理し公表することとしましたのでご報告いたします。布製マスクの配布事業については、昨年度新型コロナの実態が分からず先が見通せない中でマスクの需給が逼迫し入手困難となった状況において、感染拡大防止に一定の効果があること、選択することで繰り返し利用ができ、急増していたマスク需要の抑制の観点からも有効と考えたことから、少しでも国民の健康を守りたいという一心で、外国を含め関係する多くの方々の協力をいただいて緊急的に実施したものです。こうした対応によりまして、その後マスクの製造流通が回復し、今ではマスクの不足に対する心配は完全に払拭されるなど、初期の目的は達成されたと考えます。このような状況を踏まえ、在庫の解消に向けた対応を行うこととしたところでありますが、まず有効活用として、これまで実施してきた希望する介護施設等への配布に加えまして、希望する自治体への配布、希望する個人の方等への国からの配布について、本日から厚生労働省ホームページに掲載する様式等により配布希望の申し出を受け付け、順次配布してまいります。次にこうした有効利用を図った上で生じた財余については不要決定をした上で売り払いを実施します。最終的に売り払いの手続きを経てもなお残余が生じた場合には必要な広告手続きを経て、令和4年3月頃に廃棄業務の委託契約を締結し廃棄を行います。本日追って細部については事務方から説明をさせていただきます。4番目でございますけれども、
日本年金機構理事長の人事について申し上げます。閣議では特殊法人の長の人事について了解されました。日本年金機構理事長の水島統一郎さんについては本年12月31日で任期満了となりますが、引き続き再任することとし、閣議で了解を得ました。5番目でございます。資産公開についてです。本日、大臣、副大臣及び大臣政務官の第2次岸田内閣発足に伴う資産公開があり、資料をお配りしておりますので、ご覧いただきたいと思います。個別の内容については、会館事務所にお問い合わせをいただきたいと思います。以上で私からの冒頭発言です。